はいどうもきみまろです。今日はねこの発売されたばかりの Canon G7X Mark III の開封とレビューをやってみたいと思っています。なぜこのカメラを買ったか、簡単におしゃれな写真動画が撮れるっていうのが期待できたからこれを買いました。インスタにねアップする写真を撮るときとか、あと旅行に行くときとか、あとね YouTube とかで自分にカメラを向けて動画を撮るときとか、こういった撮影の時に使えそうだなっていうのと、あとは普段からバッグの中に常備しやすいコンパクトデジタルカメラっていうのをずっと探してました。いろいろねスペックを見比べている中で、直前までソニーの RX100 M5A っていうやつがずっと気になっていて、ちょっとそれを買おうとしてたんですけど、キヤノンさんから G7X シリーズとしては約3年ぶりのニューモデル、このキヤノン G7X Mark III っていうのが発売されまして、これが僕が今求めているスペックに結構バチッとハマったので、こちらを購入しました。発売されてすぐに買ってきました。こちらの開封と、あとは機能の使用感と作例もいくつかご覧いただけるようにしてみたいなと思ってます。では早速開封してみたいと思います。証書とマニュアルね、バッテリーケース、バッテリー、ストラップ、そしてこちら本体ですね。かっこいいブラックを選びました。上のフレームとレンズのところがシルバーのタイプもあるんですけど、ちょっとねギリギリまで結構どっちにしようか悩んだんですけど、今ね普段使ってるこの富士フィルムの XT20 がレンズとトップの部分がシルバータイプなので、このキヤノンのコンデジの方は黒の方を選びました。サイズ感は手に持ってこんな感じ。これが iPhone10 と比べると横幅こんな感じで、厚さはまあこんな感じですね。高さは iPhone より低いですね。こっちはねカバーつけちゃってるっていうのもあるけど、なんとなくサイズ感分かっていただけるんじゃないかなと思います。重さはね電池入れて 300g っていうことだったんで、iPhone X の倍までいかないぐらいかな。コンパクトとはいえ軽すぎると手にね乗ってくる感じがないので、すごいふわふわした撮影感になってしまうので、若干の重みは欲しいなと思っていたんですけど、持ってみてね絶妙な重さじゃないかなと思います。ここにグリップがこうついてるから、あとここの部分に親指を引っ掛けるところもついてるので、グリップが効いてすごい持ちやすいですね。これあるないでだいぶ違うでしょうね。ダイヤル類はね上にこの2段のダイヤルがついていて、上がモードダイヤルで、下の段には露出補正ダイヤルですね。レンズは 8.8mm から 36.8mm の 35mm 換算で約 24mm から 100mm とかそんな感じですかね。縁は 1.8 で結構ね明るいレンズになってます。でここのフォーカスダイヤル、ここがフォーカスダイヤルになっていて、ダイヤルにね機能を割り当てることもできて、ピント合わせとか、あとはこの F 値を変えたりとか、そういったのもここでできるようになってるみたいです。ここねこう音聞こえるかな、カチ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 ってクリック音がするんですけども、 G7X の Mark II だとカチカチ言わないようにここにスイッチみたいなのがついていて、クリックがするしないというオンオフができたと思うんですけど、 Mark III はねなぜかそのスイッチあんまり需要がなかったのかなくなってます。あとは YouTuber にはものすごい嬉しい機能なんじゃないですかね。チルトモニター、レンズのちょうどねここの上ぐらいのところにモニターが180度こっちを向くような形になっています。こうね自分の方にカメラを向けて自撮りをしやすくなりますし、 YouTube とかね撮るときとかも撮りやすいんじゃないかなと思います。一応これこういうような形になってるので、こう向ければ下からこう見上げる形で、人書きのね上から撮るとかも下からモニターを見上げる形で撮影することもできるし、あとこうすれば低いところで何かを撮ろうとした時にモニターが上に向きますので、そこを見ながら低いところを撮るってこともしやすくなるので使いやすいんじゃないかなと思います。であとはここにねマイク端子がついているので、高級コンパクトデジカメとはいえどもマイクの性能っておそらくそんなに良くないと思うので、マイクの付け替えがねできるっていうのはいいんじゃないかなと思います。屋外で撮るときはこの DJI のマイク、これとかをねこういう風につけて、こういう風にしてね撮ろうかなとか思ってます。後でねマイクのテストもちょっとしてみたいなと思ってます。本体内蔵のマイクと、あとこの外付けのマイクをつけた形で違いが出るかっていうのもね撮れたら撮ってみようと思ってます。あとここのマイクの上のところにあるこのスイッチを上げるとこういう風にフラッシュが出てきます。であとは HDMI って書いてあるので、はい、こんな感じですね。下に HDMI のミニ端子があるので、別のモニターにつないだりとか、
することができます。あとその上、ここが、電源供給する USB-C のポートになっていて、パワーデリバリー対応らしいので PD ってやつですね。なので充電しながら撮影ができるらしいです。このね G7X Mark III はこのまま YouTube のライブ配信ができるらしいので、そういった時はねやっぱりここに充電をしながら配信するってことが必要になってくると思うので、ここのね USB-C のパワーデリバリーポートがあることってすごい重要になってくるんじゃないかなと思います。あと対応していればモバイルバッテリーも使えそうなので、屋外でもし電池が切れてしまったとかいう時でもモバイルバッテリー経由で電源供給して撮影することもできそうなので、結構これやっぱいいですね。主な機能はそんなところかな。いやいいな、早く撮りたいなということで、ちょっと充電ができましたら撮影いろいろ試してみたいと思います。今ね、犬の鼻の頭のところにフォーカスを当てていて、でこれをこういう風にゆっくり移動させると、ずっと追尾して、ある程度追尾してくれるのかな。で今この奥のところに瓶を置いたので、この瓶をタップしてみよう。そうするとフォーカスが今こっちに移動しましたね。これも追尾してくれるから、こうすると分かりやすいかな。顔のところはもうぼやけて、こういう風にぼやけているけども、瓶のマグカップにフォーカスが合ってるので、こっちを追尾するようになります。それでこれでもう一度こちらをタップしたら、目とかをタップしたら、こっちにフォーカスが合うのかな。合いますね、ちゃんとね。鼻にあったね。フォーカスのスピードは速いとは言えないけども、ソニーの RX100 とかってもう本当に瞬間的にフォーカスが合うんで、速いとは言えないです。はい、次は手ブレ補正のチェックをしてみたいと思います。真ん中に見える木をぶらさないように撮影をするってことをやってみたいと思います。今、手ブレ補正を切った状態で、両手でカメラを構えて、若干脇を締めてぶれないようにしています。これでちょっとズームして寄ってってみます。こんな感じかな。はい、今、両手でカメラを抱えて脇を締めて中心からぶれないように撮影していますが、さすがにプルプルするんでね、ちょっとブレは感じるんじゃないかなと思います。はい、続いて手ブレ補正の弱で撮影しています。弱になった瞬間にプルプルしたね、手ブレみたいなのは弱まるんじゃないかなと思いますね。どうですかね。結構弱でも手ブレ補正は効いてる感じがする。ブレないですね。はい、続きまして手ブレ補正の標準を設定しました。これで同じように今持ってるんですけど、どうですかね。これも喋らないでブレないようにってすると、結構ブレは収まりますね。かなりズームした状態でこれなので、手ブレ補正の効果は割と高いんじゃないですかね。はい、続いて手ブレ補正の強をかけた状態です。はい、手ブレ補正強をかけてるので、ブレはかなり収まりますね。同じようにね、脇をある程度締めて、それでカメラを両手で固定して撮ってますけど、ブレはほぼないですね。手ブレ補正を切った状態で、片手でカメラを持って歩いています。手ブレ補正切ってるのでね、足元にちょっと障害があってちょっと避けようとしたりとか、そういった時のガタッと結構大きい揺れをモニターでもね感じますね。続いて手ブレ補正弱の状態です。こんな感じですね。
弱でも手ブレ補正かけた瞬間にかなりブレは抑えられますね。すごい。今普通に、特に、物理的に何かで固定するとかではなくて、ほんと片手でラフに持った形で歩いてますけど、結構手ブレ補正はしっかりかかってる感じしますね。弱でこれです。続いて手ブレ補正、標準をかけた状態で歩いています。はい。持ち方は一緒で、片手で特に脇をしっかり締めたりもせずにラフに持って歩いています。これでもだいぶブレは少ないですね。足の振動とかってモニターで見る限りはほとんど伝わっていないような。ちなみに今ズームはかけてない状態です。完全にズームはね戻して、ズームはかけてないでこれです。さあ続いて手ブレ補正強をかけた状態で歩いています。歩くスピード、持ち方、環境、全部さっきまでと一緒ですね。同じく片手でラフに持ってるだけで歩くスピードもさっきと特に変わらないです。しっかり脇を締めたりとか、ストラップを首に固定してピンと張った形で取るとか、そういう手ブレ補正テクニックいろいろありますけども、一切今そういうのはやらない状態で、ただラフに片手で持って撮影しています。すごいね、モニター見てる限り GoPro とまではいかないけど、手ブレがほとんどないように見えるな。どうなんですかね。実際に動画で後で、PC とかで見た時にどう見えるかわからないけど。はい、次はマイクのチェックをしてみたいと思います。最初に内蔵マイクで話してみたいと思います。今これ内蔵マイクで話してます。どうですかね。今ね、風が結構今日は穏やかな日なので、あまり風切り音が入ったりとかっていうのもないかもしれないんですけども、声の拾い方どうですかね。はい、続いてこの DJI のフレキシブルマイクをつけて録音してみたいと思います。スタッフさんのファーの風防がついているので、風の音は入りにくくなるんじゃないかなと思います。はい、今 DJI のフレキシブルマイクをつけた状態で撮ってます。どうですかね。さっきと声の聞こえ方ちょっと変わりますかね。はい、フレキシブルマイクには風防もついてますので、ふさふさがね、ファーがついてるので、風音とかっていうのも入りにくくなってるとは思うんですけども、どうですかね。聞こえ方とか違いあるかな。久しぶりにコンパクトデジカメってものを購入したんですけど、このコンパクトなボディの中にすごい機能がぎっしり詰まってるなって感じがしましたね。価格帯もね10万近くしたりするので、ちょっとコンパクトデジカメにしては値段が張るところではあるんですけども、高級コンパクトデジカメの名に恥じない機能を十分装備してるんじゃないかなと思いました。はい、そういうわけで新しく購入しましたこのキヤノンのパワーショット G7X M3、 こちらをねこれから使っていろいろ写真撮ったり動画撮ったりして、インスタグラムとか YouTube とかに公開していきたいなと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録の方をお願いいたします。あとはいいねボタンとかコメントとかベルのマークをクリックして新着動画を上げた時に通知がいくように設定とかしていただけたら嬉しいです。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。